400ドルを2億ドルに増やした独自のトレード手法を教えます。経歴は問いません。応募はこちらまで。突然ですが皆さん、こんな広告を目にしたらどうしますか？こんなチャンスは二度と来ないとして応募しますか？それともこんな怪しいのは詐欺に決まっていると無視一択でしょうか？実はこれ実際にアメリカであった話なんです。舞台は1980年代のアメリカ・シカゴ。当時シカゴの先物取引で名を馳せていた敏腕トレーダー、リチャード・デニス氏。ある日デニス氏が長年の友人であるビル・エックハート氏と議論していたところ、優秀なトレーダーは生まれ持った才能で決まるのか、それとも育成可能なものなのかについて見解が分かれます。それならいっそのこと実験してみようじゃないかということで二人は意気投合。トレード経験がほとんどない20数名を雇い、トレーダーとして育成を始めます。彼らはタートルと名付けられ、数百億円を稼ぐトレーダー集団へと成長します。素人をプロのトレーダーに育て上げたこのタートルプロジェクトは、当時のウォール街を震撼させ、今日に至るまで伝説のトレーダー集団として語り継がれています。トレード経験のない素人集団がなぜ数百億円も稼ぎ出すことができたのか、数多くの素人をプロトレーダーに育て上げたリチャード・デニスとは一体どんな人物なのか、一体どのようにしてタートルたちを短期間で育成したのか、どんな手法を使って大金を稼いだのか、そしてタートルズの実験終了後、タートルたちは師匠の元を離れ、別々の道を歩み始めましたが、成功したものと失敗したものに分かれました。同じ手法を学んだにもかかわらず、大成功を収めたトレーダーと失敗したトレーダーを分け隔てたものは何だったのか。今回の動画では、タートルズの誕生からその育成の秘密、実際に使われていたトレード手法、タートルズ解散後の歩みまで、伝説の億トレーダー集団タートルズの物語をお伝えします。ぜひ最後まで楽しんでください。それではまずはタートルズの生みの親であるリチャード・デニス氏とは一体どんな人物だったのか、その生い立ちから見ていくことにしましょう。タートルズの生みの親であるリチャード・デニス氏はアメリカ・シカゴに生まれました。両家の出身でもなければ裕福な家庭の出身でもなく、人脈や相続財産もありませんでした。10代の頃は内向的な性格で、度の強いメガネをかけ、ポリエステルのズボンを履いていたなど、ギラギラした雰囲気というよりかはオタクっぽい印象だったといいます。彼の最初の投資経験は高校生の時に初めて買った株。残念ながらこの会社は倒産してしまうものの、その後のシカゴマーカンタイル取引所でのアルバイトがトレーダーになる分岐点となります。何百人ものトレーダーでごった返す立ち会い場で、我先に売買を成立させようと叫び合っている光景を見たデニス氏は、自分も立ち会い場に出て取引を始めてみたいと思いましたが、当時のマーカンタイル取引所は21歳にならないと売買できないため、なんと代わりに父親に売買させたのです。シカゴ市役所で働いていた父親を説得して取引所に引っ張り込み、傍から手振りの合図を送りながら自分の思い描く取引を父親に代行させたのです。このように10代から投資の才能を発揮したデニス氏ですが、大学進学後はもともと関心のあった哲学にのめり込みます。イギリスの哲学者であるデイビッド・ヒュームやジョン・ロックといった経験主義の哲学者から特に影響を受け、とにかく証明してみせてくれという考え方が気に入ったとデニス氏は語っています。僕は哲学のこと全くわからないですけれども、経験主義というのは人間は生まれた時は白紙のような状態であり、経験によって様々な知識を獲得していくというふうに考えるようです。このあたりが実は後半で説明するデニス氏がなぜタートルズの実験を始めたのかというところに関係しているんじゃないかなというふうに思います。さて、大学卒業後に大学院小学生の資格を得たデニス氏は、ほどなくして中退、シカゴに戻りトレーダーとして生計を立てようと決心します。両親から資金を借り、また一部は自分名義の生命保険を元手にして、ミッドアメリカン商品取引所の会員権を買います。さらには弟がピザの高いで稼いだ100ドルを借り、トレードを開始します。このあたり、元で資金がないのにトレーダーになろうとするあたりがすでにぶっ飛んでいます。父親は当初反対したものの、すぐにデニス氏の才能を認めます。なんと24歳にして10万ドルを稼いだのです。そして翌年25歳の時には、すでに10億ドル以上の資産を有するビリオネアの仲間入りを果たします。その後デニス氏は自身の資産運用会社 C&D コモディティーズを設立。一時は伝説の投資家であるジョージ・ソロスの資金を運用するなど、世界最大級の運用会社にまで成長させます。ということで、ここまでは絵に描いたようなサクセスストーリーなわけなんですが、ここからタートルズの実験がスタートするんですね。ではその実験の詳しい内容を見ていきましょう。すでに金融の世界での名声を得ていたリチャード・デニス氏がタートルズの実験を開始したのは1983年のこと。きっかけはデニス氏とその友人であるビル・エックハート氏が優れたトレーダーは育成可能か否かで議論していた時に、二人の意見が真っ向から対立したことが始まりです。デニス氏はすでにトレーディングで莫大な富を築いていましたが、
自分のトレーディングの能力は添付の際ではないと信じていました。相場における正しい戦略とルール、正しい行動は学ぶことができるものだと考えていました。このあたりデニス氏が大学時代に影響を受けた経験主義の流れを組む哲学者の思想も関係していそうですよね。一方のビル氏はというと、トレードの能力は添付の際、つまり生まれながらに身についている人とそうでない人がいるという考え方を固く信じていました。二人は高校時代からの長い友人ですが、ことトレードの能力や教育という点に関しては一貫して意見が食い違っていたそうです。だったら実際に人を雇って訓練してどうなるかを実験してみようということで二人は即座に合意。トレーダー育成プロジェクトを始めることにしたのです。1983年から1984年にかけて、二人はウォールストリートジャーナルをはじめとする名だたる新聞に広告を出します。400ドルを2億ドルに増やした独自のトレード手法を教えます。投資経験は歓迎しますが、必要条件ではありません。応募を希望される方は、簡単な志望動機と履歴書をこちらまで送付してください。C&D コモディティーズ。この広告を出した後、なんと1000人を超す応募があったようです。そりゃそうですよね。すでにウォール街で大成功を収めていたデニス氏が直々にトレードを教えるなんて、一生に一度巡り合えるかどうかというチャンスです。しかも利益が出た場合はその一部をもらえるという待遇付き。このような好条件だったことも関係してか、応募してきた人たちの経歴というのが本当に様々だったんです。営業マン、警備員、電話受付、バーテンダー、ボードゲームのデザイナー、調理師、教師、中には MBA を保有するようなエリートも含まれていたようです。こうした様々なバックグラウンドを持った人たちが筆記試験と面接を経てタートルとして採用されます。ほとんどはトレード経験がなかったようです。また当時もトレード業界のほとんどが男性という中、女性も採用されています。タートルズの実験で具体的に何人が採用されたのか、正確な数字は知られていないのですが、大体20数名ぐらいが採用され、タートルとしての訓練を受けたと言われています。こうして正式に採用されたタートルたちは、デニス氏とビル氏から債券や通貨をはじめ、原油やトウモロコシなどのコモディティ市場とあらゆる市場で取引するために必要な知識に関するトレーニングを受けます。まあこれは新人研修みたいなものですよね。ちなみにこのトレーニング、どれぐらいの期間行われたと思いますか？企業が行う新入社員研修のような数ヶ月のもの、もしくは専門学校や大学の講義のように年単位のもの。実はたったの2週間だったそうなんです。これも驚きですよね。リスク管理に始まり、注文の執行方法、資金管理、もちろん取引するための具体的な手法についても学びます。こうしてトレーニングを終えたタートルたちは、1人100万ドルの軍資金を割り当てられます。1983年から84年というと、1ドル200円を超える時代ですから、日本円換算すると当時の金額でも2億円以上になります。これすごいですよね。トレーニングを受けたといってもほとんどが実取引経験のない素人トレーダーなわけですから、莫大な資金が割り当てられたことになります。タートルたちはこの運用資金でトレードを行い、利益が上がればその 15% がタートル本人に、残り 85% はデニス氏に渡すという決まりでした。こうしてタートルたちは実資金でのトレードをスタートすることになったのですが、2週間前まで全くトレードをしたことがない素人集団がどのようにトレードを行っていたのか、デニス氏とビル氏が横につきっきりで指導したのかなど、その様子も気になりますよね。次はそこを見ていきたいと思います。トレーニングが終わると、タートルたちはトレーディングルームに案内され、トレードを始めることになります。タートルたちのトレーディングルームは非常に簡素なものでした。広々としたオープンスペース、シンプルなスチール製の机と椅子、一つの本棚、テレビやコーヒーメーカーなどの余計な設備は排除。後に卓球台が導入され、ストレス解消と交流の場として機能したようです。トレーディングルームのあるオフィスに来るときの服装に関しても特別な規定はなく、ジーンズに T シャツというカジュアルな格好が一般的でした。この自由な雰囲気はタートルたちが快適に長時間集中できる環境を作り出しました。さて、デニス氏から資金を受け取ったタートルたちは学んだ取引ルールを厳密に適用しトレードを開始します。タートルたちの取引は規律と一貫性を重視する厳格な方針に基づいて行われました。また彼らに与えられた最も重要な指令は取引ルール以上に優先されるものでした。それが継続的な練習と技能の向上を行うというもの。タートルたちの日常的なトレード環境をまとめると次のような特徴を持っていました。1、自主性と責任。最初の集中的な訓練が終了すると、タートルたちはデニス氏やビル氏がトレーディングルームにいない状態で取引を行いました。常に横に張り付いて指導していたわけではなかったんです。僕が最初にこの話を聞いたときは、てっきりデニスさんとビルさんがですね、家庭教師みたいに付きっきりで教えていくのかななんて想像していたんですけども、そうではなかったみたいです。ただ取引のルールは絶対守るように指導しながらも、こうやって自律的に取引させるアプローチは、タートルたちの判断力と自信を育てる上で重要な役割を果たしたとも考えられます。2、定期的なフィードバック。タートルたちとデニス氏とビル氏との対面は週に一度、金曜日の午後2時間に限られていました。
この短い時間で1週間の取引の状況や質問への回答が行われました。この定期的なミーティングはタートルたちが方向性を失わずにトレードを続けるのに役立ちました。3、遠隔監視と説明責任。デニッシュとビル氏はタートルたちの日々の取引明細書を綿密にチェックし、ルールからの逸脱が見られた場合には電話で説明を求めました。この厳格な監視システムはタートルたちがルールを遵守し続けるように促しました。4、記録と自己反省。タートルたちはすべての取引を記録し、各取引の理由を文書化することが義務付けられていました。この行動がタートルたちの自己分析と学習プロセスを促進することになります。これっていうのはトレードノートをつけることと同じですよね。特になぜその取引をしたのか理由を書いておくことは必須だったみたいで、こうしたことがトレーニングで教えてもらったことを定着させ、デニッシュとビル氏の手法に対して深い理解を得ることにつながったんじゃないかなと思います。こういった大成功したトレーダー集団がトレード記録を細かくつけていたっていう話を聞くと、今トレードノートをつけてないっていう方もですね、気持ちが変わるんではないでしょうか。僕が提供しているトレードノートツールも概要欄で紹介していますので、合わせてチェックしてみてください。タートルたちの取引スタイルは学んだルールに厳密に従うものでした。市場の動きが取引条件を満たさない場合は静観することが求められました。これはトレンドがない時に取引しても利益にならないという原則に基づいています。その結果、数日間取引を行わないことも珍しくありませんでした。デニッシュとタートルたちの取引手法は純粋にテクニカル分析に基づいていました。そのため日々のニュースや経済指標に過度に反応する必要がありません。ウォールストリートジャーナルを毎日読んだり、テレビニュースを頻繁にチェックしたりする習慣はなく、代わりにチャートと数字に集中することで、感情に左右されない客観的な判断を維持することができたのです。こうして始まったタートルズの実験ですが、すぐに結果を生み出します。なんと4年間にわたって年率 100% を超えるリターンを稼ぎ出す教え子たちが何人も登場したのです。これがどれぐらいすごいことか、投資やトレードを経験したことがある方であれば理解していただけると思います。こちらは1989年のウォールストリートジャーナルの記事なのですが、ここに1985年から1988年にかけての4年間のタートルズの運用成績が載っています。右から2列目を見てもらうと、これが1985年から88年にかけての年間のリターンをレンジで示したものなんですが、稼いでいるメンバーは年間 100% から 300% のリターンを記録していることがわかります。そして一番左の数字、これが年間の平均リターンなんですが、これを見ても年率 70%、80% 超えは当たり前といった形ですよね。同じ期間の S&P500 の平均リターンが 19% で出ているので、タートルズのパフォーマンスがどれぐらいすごいことなのかわかると思います。年間リターンをレンジで見ても S&P500 は 5.1 から 31.6% であるのに対して、その差は歴然です。また実験が始まったのは1980年代でしたが、それから20年以上が経過した2007年の時点で、デニッシュの教え子であるジェリー・パーカー氏、ポール・レイバー氏、ビル・エックハート氏の3人が運用している資金はそれぞれ30億ドルを超えています。そして驚くべきことというのは、彼らの運用手法というのはタートル時代からほとんど変わっていないというのです。このことは彼らが学んだ手法の持続可能性と有効性を証明していると言えるでしょう。ところでデニッシュの下で同じ手法を学んだにもかかわらず、人によって運用成績がばらついていることに疑問を持った方もいるかと思います。これについては後日のインタビューで何人かのタートルが語ったところによれば、教わったことを実践できなかったり、きちんと理解できなかった生徒がいたとのことでした。またデニッシュは後年のインタビューで、タートルに誰を選んでもさほどの違いはなかったであろう。タートルズの実験が終わってからもトレードで成功することができたものは実力があったからであって、生まれ持った能力に大差はなかったと言っています。しっかりと設計されたトレードシステムがあれば、それを実行するのに生まれつきの優秀な知能は必要ないとまで言っているそうです。大切なのはアイデアではなく、それを実行する能力であり、優れたトレードのシステム、手法があれば、ブッシュ大統領ですらトレーダーになれるだろうと。このような両サイドの意見を聞くと、確かに利益を上げていくための手法は大切ですが、学ぶ側にも素直さや実行に移すことの重要性という点が挙げられると思います。さて、タートルズが一体どれぐらいの金額を稼ぎ出したのか気になる方も多いかと思います。後日、リチャード・デニッシュがタートルズについて語ったインタビューでは、タートルズ全体として1億5000万ドルを稼いだという発言がされています。当時のレートで換算しても200億円規模ということなので、相当な額を稼ぎ出した、まさに伝説のトレーダー集団と呼べると思います。このあたりの詳しい運用成績については、タートルズについて紹介したこちらの書籍に載っています。その他にもデニッシュやタートルたちのいろんなドラマが集まった面白い読み物になっていますので、今回タートルズに興味を持ったという方はこちらの本もぜひチェックしてみてください。概要欄にリンクを載せています。
はい、皆さんお待たせしました。それではですね、これだけの金額を稼ぎ出したタートルたちが、一体どのような手法で取引していたのか気になる方も多いと思いますので、ここではタートルズの手法について解説をしていきたいと思います。といってもですね、ここでお伝えするのは本やインターネット上で公開されている情報だけですので、これが本当にタートルズが用いていた手法の全てがどうかは誰にもわかりません。ただ手法の根幹となるアイデアとか考え方の部分は非常に参考になるところも多いと思いますので、ぜひ注目してください。タートルズが使っていた手法は、リチャード・デニッシュとビル・エックハート氏が開発したトレンドフォロー型のトレード手法です。この手法は市場のブレイクアウトを利用して取引を行い、厳格なリスク管理と資金管理のルールを適用することが特徴です。具体的には S1 と S2 と呼ばれる2つの手法が使われていました。S1 というのは20日または4週間の高値をブレイクした時点でエントリーをするというもの。そして EXIT のタイミング、利益確定のタイミングですね。これに関しては10日または2週間の安値をブレイクした時点で行うというものです。そして S2 に関しては55日または11週間の高値をブレイクした時点でエントリーを行い、20日または4週間の安値をブレイクした時点で EXIT、利益確定を行うというものです。また損切り値に関しては ATR を利用していました。ATR というのはアベレージトゥルーレンジの略で、一定期間の相場のボラティリティの平均を表します。当日の高値から当日の安値を引いたもの、当日の高値から前日の終値を引いた絶対値、当日の安値から前日の終値を引いた絶対値、この3つを計算し、最も大きい値を算出。これを過去 N 日間分繰り返して、その平均を取ったものが ATR です。タートルたちは20日平均の ATR を算出し、これを N と呼びました。そしてそれを2倍した 2N を損切り水準として用います。少しイメージがつきやすいようにですね、実際のチャートを使って解説をしていきたいと思います。こちらはタートルが実際に取引していた銘柄の一つであるシルバーの冷やしチャートなんですが、例えば S1 というのはどういう手法なのかというと、今チャートにオレンジのラインが表示されています。この折れ線のラインですね。これが当時の20日高値を表します。例えば今皆さんが一番右端のローソクのところにいたとすると、20日間の高値というのはこの辺りに該当するわけです。ちょうどこのオレンジの折れ線がカクッと下がってきているところですね。ここが当時の20日高値です。ですので、この20日高値を超えたところで買いのエントリーを行うというのが S1 の取引手法になります。実際にこの後の動きをですね、チャートを進めながら見ていきたいと思います。はい、今この20日高値をブレイクしたので、ここで買いのエントリーということになります。損切り位置は ATR を用いて計算します。今チャートの下段に表示しているのが ATR ですが、この時点の値を確認すると 0.577 となっています。これの2倍を損切り水準に設定するので、この値の2倍というと 1.154 ぐらいですね。ここからその値幅分だけ下がったこの辺りが損切り水準ということになります。では続きの動きを見ていきましょう。はい。このように順調に上昇してきましたので、今度は EXIT、決済ですね。決済については10日間の安値をブレイクしたらということになりますので、今度は10日間の安値を表示します。今この青の折れ線で表示しているのが10日間の安値です。今この10日間の安値をブレイクしてきましたので、ここで決済です。このチャートに表示している20日高値や10日安値は僕が開発したインジケーターで表示することができます。概要欄にリンクを貼っていますので、興味のある方、特にですね、スイングトレードや長期保有のトレードを行っている方は、ぜひチェックしてみてください。タートルたちにはこれらの S1、S2 の手法を自由に選択する権限が与えられており、状況に応じて両方を併用することも可能でした。またどの市場で取引するかについても個人の裁量に委ねられていました。タートルズが取引していた資産クラスとしては、米国債、米国の株価指数である S&P500、それからゴールドや原油、砂糖やコーヒーなどのコモディティが有名です。これらの中からどれを取引してもよかったんです。この柔軟性により個々のトレーダーのスタイルや市場の状況に適応できる余地が生まれました。リスク管理はタートルズのトレーディングの重要な要素です。1回のトレードにつき運用資金の 2% 以上をリスクにさらさないという厳格なルールが設けられていました。これにより大きな損失を避けつつ、長期的に資金を増やし続ける可能性を高めることができたのです。ポジションの手仕舞いは S1 または S2 の手法で定義されたブレイクアウトのポイントで行われます。市場は予測不能であるため、突如として大きなトレンドが発生する可能性があります。そのような状況下で、ブレイクアウトによる手仕舞いの注文が発動するまでポジションを保持できれば、非常に大きな利益を確保できる可能性があります。ブレイクアウトの手法のメリット、デメリットとしては以下の点が挙げられると思います。トレンドが形成されている場合は、市場の動きに乗るタイミングを逃さずに大きな利益を狙うことができる一方で、
トレンドが不明確な場合はですね、市場が方向性を失っていると、頻繁な逆行が起こり、小さな損失が積み重なる可能性があります。損切りの設定に関しては興味深いアプローチが採用されていました。たとえポジションが 50% の含み益を出していたとしても、あらかじめ決められた損切りの位置を変更しないというルールが存在しました。この厳格な規律により、場合によっては大きな含み益を全て失い、さらには当初の損切り幅までの損失を被ってポジションを手締まうこともありました。ただこの手法は感情に左右されない客観的なトレード判断を促進し、長期的には一貫性のある結果をもたらす可能性があるというメリットがあります。デニッシのトレードスタイルは三振を気にせずに毎日ホームランを狙うようなトレードスタイル。トレンドが出ないときは小さな損失が積み重なることも珍しくないですが、一度大きなトレンドが発生すれば大きく利益を伸ばすことができます。このようにタートルたちには取引を行う市場の選定や、それぞれの市場でどの手法を選択してトレードを行うかという点については、個人個人に裁量が与えられていた一方で、ポジションの手締まいのタイミングに関しては、決して破ることが許されない厳格なルールが定められていました。これは僕の推測でしかないんですけれども、デニスさんは自分が教える手法に対して利確や損切りのタイミングに個人個人の裁量を与えてしまうと、長期的に資金が増えないということを知っていたのではと思うんです。というのは、100万ドルという普通の人生を送っていたら手にすることができない金額を運用資金として提供されたわけです。そのような大金を運用していれば、少し利益が乗ったところで含み益が数百万円規模になるわけですから、目の前の金額に目がくらんで、少しの値幅が動いたところで決済してしまうというようなことが発生してもおかしくありません。ただこのようなことをやっていても目先のお金は手に入るかもしれませんが、長期的に見て資金を増やすことにはつながりません。トレードで資金が増えるかどうかは勝率とリスクリワードのバランスで決まるからです。だからこそ手締まいのタイミングに関しては裁量判断を決して許すことなく、厳格なルールと監視を行っていたのではと思います。順風満帆に見えたタートルズの実験でしたが、1988年、実験が開始してから約5年後、デニッシは突如としてタートルズの実験終了を宣言しました。この突然の終了の理由は公には明かされていませんでしたが、当時のデニッシの運用成績が全てを物語っていたのです。デニッシは当時2つのファンドを運用していました。しかし1988年4月に彼は運用資金の 55% という巨額の損失を被ることになります。これらのファンドは多額の損失を出し、最終的に清算せざるを得なくなりました。この出来事を機にデニッシはトレードの世界から引退することを決意したのです。興味深いことにデニッシの大きな損失に関しては、彼がタートルたちに教えたトレンドフォローの手法に従って行ったトレードではなかったと言われています。しかしデニッシが実際にどのようなルールでトレードを行っていたのかについては、本人以外には正確に知る術がありません。この謎めいた状況はトレーディングの世界の複雑さと、時には最も経験豊富なトレーダーでさえも予期せぬ結果に直面する可能性があることを物語っています。デニッシの突然の引退はタートルたちにとって大きな転換点となりました。彼らは指導者の存在なしで自らの道を切り開いていかなければならなくなったのです。実はこの出来事がトレードの世界における適応力と自立の重要性を浮き彫りにすることになります。タートルズの解散後、多くのメンバーは独自の道を歩み始めました。その進路は様々です。自身のファンドを立ち上げる者、個人トレーダーとして独立する者、さらにはトレードから完全に引退する者もいました。デニッシの下で2億ドルまで資金を増やす手法を学んだタートルたちの将来は、一見すると輝かしいものに見えます。しかし実際には全員がバラ色のトレーダー人生とはならず、異なる道筋をたどることになったのです。トレーダーやファンドマネージャーとして成功を収める者が現れる一方で、失敗した者もいました。タートルたちは皆一様に同じトレーニングを受け、同じ手法を学び、同じ資金管理、リスク管理の考え方を学び、同じトレード環境でトレードし続けていたにもかかわらずです。この展開はトレードで長期的な成功を収めるには単なる取引手法やルールの習得以上のものが必要であることを如実に示しています。技術的なスキルだけではなく、個人の資質や環境への適応力も重要な要素となったのです。どういうことでしょうか？一つエピソードを紹介したいと思います。タートルズの解散後、独立してトレーダーとなったメンバーの中で最も際立った成功を収めたのがジェリー・パーカー氏です。彼の成功は群を抜いており、2006年の時点で推定7億7000万ドルもの資産を保有していたと言われています。この驚異的な成功はパーカー氏の卓越した能力と独自の戦略を物語っています。パーカー氏が大成功を収めた理由はいくつかあります。
まず彼を含む数名のタートルはデニッシから学んだルールに忠実にトレードを続けました。しかし同じようにデニッシの下でトレードを学び、独立したタートルの中にも大成功を収めた者と失敗した者がいました。この差を生み出したのは単にトレードのスキルだけではありませんでした。タートルズの実験を分析した専門家たちによれば、この違いの根源にあるのはトレードという事業を起こすことに対する理解力と実行力の差にあったのではないかと分析しています。つまり彼らは皆トレードの取引手法やルールを身につけていましたが、そこに起業家精神が加わらなければビジネスとしての持続的な成功は難しかったというのです。起業家精神の研究で知られるベイラー大学のナンシー・アプトン教授とドン・セクストン教授によると、パーカー氏をはじめとする成功した起業家には共通して特定の性質が見られるといいます。1、一般的な社会規範にとらわれない。他人の物差しで動くのではなく自分の判断で行動しようとする。2、超然としている。他人のことを気にしない。3、スカイダイバーのように身体的な危険をあまり心配しない。4、リスクテイカーである。リスクを負って挑戦することを好む。5、助才なく立ち回る。人を説得することに長けている。6、自立している。7、変革を追求する。これまでにないアプローチを好み、この時点で他の 99% の人と異なる。8、精力的である。他人より長時間働くことができる意欲と能力が備わっている。9、自己充足的である。同情や安心をさほど必要としない。これらの性質はトレードの技術的スキルという側面を超えたビジネスの成功に不可欠な要素を示唆しています。パーカー氏は後のインタビューでこのように語っています。タートルズ時代に身につけたものの中で最も重要なのは自信。テクニカルに基づいてトレードを続けようと考えたのは、デニッシのシステムに従って売買して大成功を収めたという経験があったから。またパーカー氏はタートルとしてトレードをしていた頃から常にやがて自分の収入がデニッシと匹敵するようになるということを確信していたそうです。このあたりの考え方ってなんかもうすごいですよね。一方デニッシが1986年に8000万ドルを稼ぎ出すのを間近で見ていたタートルの中には、自分には到底無理、タートルに選ばれただけでも幸運だったというメンバーもいたようです。こうした発言からも読み取れるように、パーカー氏には絶対にトレードという事業で成功するという情熱と自信と気概が備わっていたと言えます。タートルズが解散し、師匠であるデニッシの元を離れた後、彼らに問われていたのは自分で成功するだけの能力と気概があるかということでした。そしてそれらはデニッシが決して教えることができなかったものであり、その答えは各自が自身の中に見出さなければならないものだったのです。パーカー氏は成功する起業家に共通する9つの資質を身につけることができました。しかし他のタートルの中にはこれらの資質を獲得できなかった者や、そもそもそれを望まなかった者もいました。特筆すべきはパーカー氏がタートルズとしての修行時代からやがて自分の収入がデニッシと匹敵するようになると確信していたことです。この強い自信と気概と野心が彼の成功の礎となったと言えるのではないでしょうか。パーカー氏をはじめとする成功したタートルの思考は他のタートルとは明らかに異なっていたのです。手法を教われば誰でもトレードできるようになる。利益を生むこともできる。でもそれを継続できるか否かは結局のところその手法を運用する人間の姿勢に関わってくる。最後にタートルズで最も成功したトレーダー、ジェリー・パーカー氏の言葉を送りたいと思います。